皆さんこんにちは。今日は日本の家庭料理である味噌汁を作る様子をお届けしたいと思います。同時にこの動画が日本語のお勉強の役に立ったらすごく嬉しいです。鍋に水を入れて IH コンロで加熱しています。換気扇をつけます。今日は玉ねぎと豆腐の味噌汁を作りたいと思います。玉ねぎを取り出してこれから切っていきます。玉ねぎの端っこの部分を包丁で切ります。そしたら玉ねぎについている皮の部分と土を水で洗い流します。水道水で洗い流します。まな板にも皮や土がついてしまっているので水で洗い流します。そしたらいよいよ玉ねぎを包丁で切っていきます。まずは玉ねぎを半分に切ります。そしたら玉ねぎを半月切りにします。半月の形をしているので半月切りと言います。もう少し薄く切ると薄切りと言います。半月切りと薄切りは言葉の意味の違いが曖昧で分かりづらいですね。玉ねぎを切り終わったら切った玉ねぎを鍋の中に入れます。玉ねぎを少し煮て玉ねぎに火を通したいと思います。玉ねぎは沸騰する前の水から煮ると甘みが出やすいのでおすすめです。それと同時に顆粒だしを入れます。顆粒タイプのお出汁なので顆粒だしと言います。ちなみにこれは本だしと言って鰹節の旨味や調味料からできています。鰹節から出汁を取らなくても美味しい味噌汁ができるのですごくおすすめです。顆粒だしを使い切ってしまいましたがまだ足りないので新しい本だしをあげて鍋に入れます。量は目分量で入れています。本だしがこぼれないように袋の縁を何回か折り込んで容器の中に入れます。そしたら容器を引き出しの中にしまいます。鍋が沸騰してきたので火力を弱めて弱火で玉ねぎを煮ます。10分ぐらい弱火で煮たいと思います。これはくら寿司でもらったワンピースのゾロのマグネットです。10分のタイマーがありました。これから豆腐と味噌を入れます。まずは冷蔵庫から豆腐を取り出します。豆腐には木綿豆腐と絹豆腐があって木綿豆腐の方が少し硬くて食感が粗いのが特徴です。豆腐の蓋を包丁で切って開けます。豆腐の蓋は手で剥がして開けづらいのが日本ではあるあるです。だからこうして
包丁で開けて取り出します。手の上で豆腐を包丁で切ります。まな板の上よりも手で切った方が豆腐が崩れにくいからです。豆腐を鍋に入れたら今度は味噌を入れます。冷蔵庫から麹味噌を取り出します。味噌にはいろいろな種類があって、同じ味噌汁でもいろんな味噌汁を楽しむことができます。味噌をお玉ですくって取ります。だいたいこのお玉の1/2から1/3を入れています。これも目分量で入れています。味噌をお玉の上で箸で溶かしながら入れています。そのまま入れると味噌が溶けにくいからです。これが時間がかかるので早送りしてお届けします。そしたら鍋に蓋をして沸騰する直前で火を止めて完成です。沸騰する直前で火を止める理由は、味噌の香りを損なわないようにするためです。沸騰する直前になったので火を止めて、これで完成です。早速引き出しからお椀を取り出して、このお椀の中に味噌汁を入れていただきたいと思います。味噌汁は味噌が下に溜まっているので、よくかき混ぜてからお椀に入れます。味噌汁の完成です。これから席に座って箸で食べたいと思います。暑そうなのでふうふうと息を吹きかけて冷ましながら飲みます。豆腐を食べましたが、豆腐の中がすごく熱くて熱がっている様子ですね。味噌汁の汁の部分は冷ますことができていましたが、豆腐の中までは冷ますことができませんでしたね。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が日本語のお勉強の役に立ったらすごく嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。